おはようございます。ぺーです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は豪雪地帯3県、新潟県、福島県、山形県を8泊9日で巡る車中泊旅。そこで待っていたものは予想をはるかに上回る積雪、極寒の中で食べるうまいもの、素晴らしい温泉、言葉を失う雪景色、そして夫婦で雪だるま制作対決も。瞬く間に過ぎ去った楽しすぎる雪国の8泊9日キャンピングカー車中泊旅。本日は2日目夜からの模様をお届けします。よろしくお願いします。何しますん？じゃーん。何ですかそれ？これはお歳暮でお歳暮、はい、ココナッツをいただいたので、はい、これを飲みたいと思います。ダンスのね生徒さんからココナッツをいただいてでこれにストローさして中を飲む。そうですそうです。でなんかもうこれ多分皮剥いてくれててね、でなんか柔らかくなんかしてくれてるみたいなんで、なるほど。でなんか一番柔らかいところ、ここにちょっと丸ってこうなんかお尻みたいなのがあるので、これをちょっとこう柔らかい押したらこんな風に。なのでここ本当はなんか包丁はおすすめしないみたいです。まあちょっと包丁しかもうないんで、ないので霧みたいなんで、ドリルみたいなのがあったら一番いいね。いいみたいなんですけど、なるほど。でなんかちょっとグリグリっとこう、ごめんなさいね、怖いですよね。気つけて。はい。出来上がり。よいしょ。じゃあこれを外に冷やしに行きます。よいしょ。こんな感じで、忘れんようにします。また苦手なシェードやります。もう絶対うまくいかないっていう。でこの体勢が膝にめっちゃきついっていうのが分かりました。これがねちょうどねナビのねこの線のとこにぴったり来ちゃってつかないんですよね。ちょっとずらさないと。よいしょ。でこれもねちょうどこんなとこに来てるんで、この辺のね隙間とかで埋められないんですよね。こうどうしてもこのあれ今日ちょっとこっち足れへんぞ。ありゃちょっとぐらいいけるか。まあいつもちょっとぐらいいけるか言うて結構タプタプになるって。はい。いつも出来上がり。シャナちゃん見に来てくれた？心配になって見に来てくれた。そうですか。食べ終わりましたか？どうでした今日の晩ご飯は？どうでしたかね。急いで食べ過ぎたわん。急いで食べ過ぎたわん。母ちゃん、はい。今日の晩ご飯何ですか？温めるだけ。温めるだけ。はい。ちょっとね移動ね、今日は移動してきてますからね。はい、もうそういうのがいいですね。はい。で、ちょっとなんかこれ変わってますね。これなんかお蕎麦に自信ありじゃない、お蕎麦、カレー蕎麦。カレー蕎麦。これはね、レンジでちゃんぽん麺。もう一回言って。何また音痴炸裂させた。歌ってない？今なんて言った？レンジでちゃんぽん麺。レンジでちゃんぽん麺。レンジでちゃんぽん麺やろ。レンジでちゃんぽん麺ちゃうやろ。それも全国共通？全国ちゃんぽん麺。どういうこと？またコメントが荒れそうですね。
だって書いてるよほれ。書いてあるは書いてあるけど、簡単美味しいレンジでちゃんぽん麺。ほんまですか？ちゃんぽん麺？ちゃんぽん麺ですよね。ちゃんぽんって言わない？ちゃんぽん。ちゃんぽんじゃない。ちゃんぽん。ちゃんぽんっていう。ちゃんぽん。レンジでちゃんぽん麺やろ？で、レンジでちゃんぽん麺ちゃうやろ？もうええわ。もう腹減ったもん。チンしましょう。チンしましょう。チンしますわ言うて。チンせんでよ。なんでそっちへ走んねん。これはレンジで調理500ワットで6分。言うんかと思ったわ。500ワットですね。了解。あとは何ですか？マス寿司です。マス寿司ね。これはどこで買ったんだっけ？これは何やったかな。もうすぐ忘れる。この辺に書いておきます。じゃあいただきましょうか。で、今私たちは道の駅松代ふるさと館にいます。新潟県ですね。で、雪はねやっぱりものすごい降りますね。ここは十日町っていうところなんですけども、豪雪地帯で雪がでもちょっと想像っていうか初めてやな、こんなにすごい雪。2m50とか、ね、2m50ってね、お風呂でね会ったおじいちゃんがね、今もう十日町は2m50積もってるって言ってはりました。で、雪かきも雪下ろしか1階とかもうほとんど2階の屋根のところまで雪があって、そこで作業してはったもんな。あのと同じ高さ2階の。そうなんだよ、それは女の人がよく雪かきで事故起こるってさ、あんな高さから落ちたら大変なことになるわな。怪我ですみません。ちょっとねびっくりするような、私たちなんか雪遊びはねさせていただくことは多くって雪国って言われるところに行ったりはするんですけど、こういう本当に豪雪のところでそういう作業してるのを見るのが初めてだったんで、やっぱり大変だなと思って、なんかそのねまたさっきのお風呂で会ったおじいちゃんも普通の人が住むとこじゃないよって言ってたんですよ。で、そうかと思って、そりゃあね本当に大変だろうなと思って。電線も切れた言ってましたね。そう、そのおじいちゃんずっとそのおじいちゃんなんですけど、停電したって言ってました。停電してるって言ってました。で、今日帰ったらどうしようかなって言ってはってうちのキャンピングカー来ますかって言いそうになりました。本当になんか気の毒で、なんか電気の工事の手配が済んだみたいだったんで、そのまま高野湯は離れてきましたけど。で、今ここはね、さっきの高野湯からは多分少し標高が低いところだと思うんですね。かなり山を下ってきた10キロぐらいあったからね。で、もうちょっと雪がないのかなと思ってたんですけど、全然やっぱり雪すごいですね。それは10キロぐらい下ったって言ってもそんな下ってないと思うんで、すごい雪ですねここ。で、ここはね駅もね併設してるんですね。本当の電車の駅も併設してるようで、さっき電車もね見れてね、すごいなんかね綺麗でした。なんかこんな風になんか雪国の電車なんですかね、雪国の電車が走り去っていく時のちょっと切ない感じ、ああいうの好きなんですよ。なんでか分かれへんけど好きなんですよ。だから今度ね福島県の方に行けたら行きたいんですけど、そこでも鉄橋渡る電車をね撮りたいなと思ってて、別に撮り鉄とかじゃないんですけど、そういう、結構乗り物が好きなんですね私は。で、その乗り物の中でも鉄道っていうのはなんか情緒がすごくあるように感じてて、で、それが雪国になると特になんか人の思いとかがいっぱい乗ってるような気がしちゃうんですね。すごくね美しいなと思って、今日もさっきたまたまね電車が来て、それをカメラで少し撮らせていただいたんですけど、でその撮らせていただこうと思ってカメラ構えてたら運転手さんがね窓から顔出されて「乗りますか?」って言われて、もうなんかちょっともう乗りそうなっとったよ。そう本当にね、なんかもう情緒が深いなんていうんかな、なんか、ある程度電車の本数があるところですね、そういうところで電車の運転手さんに乗りますかって言われたことありますか？ないでしょ。だってそれは当然ですけど、だからそういうの初めてだったんで、
また今回唾が出てそういうのが初めてだったんでもうなんかねいろんなものが出るんですよなんかねもうすっごいなんかちょっとジーンときました。はい、じゃあまあそんなんねもうご飯食べないとせっかく温めたのにまず冷めちゃいましたねじゃあご飯いただきます。いただきます。なっちゃん寝ちゃってます。なぎはもう寝てますじゃあます寿司、はい、切ってください。切れました。なんやそれってもうさっきから取ってて切ってあったもんねあれこれもともと切れてあったの？いや自分で切った。あ、切ってくれたの？切ってくれたやつを取りたかったわあ、そうなのはい、まあいいですいいです。切れてます。はい、切れてますね。はい、じゃあいただきましょう。母ちゃん何やってます？最終修正です。最終調整。私たちはね、車内にいるんですけど、家内は外で最終の調整をしてるそうです。で、なぎは私の肘に乗ってます。よいしょ。母ちゃん可愛くね。はーい。笑ってる顔にします。なんか怖そうな気してしゃあないな。ちょっと見えたけどやばいでも。見たらダメ。絶対やばい。見たらダメ。まだ見たらダメ。へんちゃん、あれはやばいね。あれはやばいで多分。うちの画伯の雪だるま作品がまた大爆発しそうな雰囲気です。母ちゃん、はい。出来上がりました。出来上がりました。じゃあ作品の紹介してください。はい、じゃあどうぞ。まずは、はい、どうぞ。父ちゃんです。父ちゃん。じゃーん。じゃーん、これ父ちゃん。はい、で、ネギちゃん。なぎちゃん。はい、ちっちゃいな。で、母ちゃん。じゃーん。なんかさ、ちょっともう一回やり直そう。なんかちょっと顔が崩れてきた。なんかカリブの神なんかカリブの神に見えるんだけど俺今左の人さ、お笑い芸人の人に似てるよねなんか。いやちょっとなんちゃん母ちゃん笑った母ちゃんにしたかったんだけど、なんか魔術をかけてる人たちみたいだね。だから母ちゃんのこれ力作ですね。はい、ちょっとでーんと大きく頑張りました。あ、そうですか。はい。これはまたちょっと審議審議ココナッツが似合うね。あ、そうですね。似合います。ちょうど冷えてる感じで、なんかもうほんとカリブの神って感じいい感じですね。ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあ今度はまた別の場所で、今度は父ちゃんが力作を作りたいと思います。お願いします。その時のためにちょっと写真撮っときます。はい、写真撮りましょう。はい。母ちゃん、コーヒー入りました。
お待たせしました。すごいね、これ。何それ、また中すの。お待たせしました。おー、すごいね。はい。よく冷えてると思います。ありがとうございます。よいしょ。夫婦がなんか勢いがすごすぎる。お願いします。はい、ありがとうございます。閉めたって。じゃあ赤ちゃん。はい。ココナッツ乾杯。いた乾だ杯。きます。すごいな、こんな冬に。すごいね、にゃんちゃん。あ、うん、ちょっと、わあ、すごいな。ココナッツめっちゃいいよ。なんちゃんはこれじゃない、これです。こんな感じ。うん、美味しいと思います。とっても。やだ、そんなんダメよ。なんかお酒みたい。お酒じゃないけど。なんかすごい 100% ナチュラルココナッツ。美味しいな。すごいね。美味しい。美味しいね。冷えてる。にゃんも飲めるんじゃん、これ。飲まないのかな。ちょっとわからんな。飲めるかも。ちょっと調べる。すぐ。なんちゃんこっち来て。よいしょ。ココナッツ、今調べたらココナッツはナギも飲めるみたいなんで、ちょっと。カリウムが豊富ですって。よいしょ。よいしょ。こんな感じ。よいしょ。ちょっと待って。よいしょ。これぐらいでいいかな。はい。はい、どうぞ。にゃんちゃんか、もうないわ。キャンピングに乗ったら、ちょっと水分少なめやもんね。なんちゃんね、飲むのが。ありがとう。うわめっちゃ入ってるよ。なんちゃん飲んでな。いや、ハウスの上手。雪あんま降らへんのかな。あ、そうだね。今止んでるね。止んでる。お父さんが言ってたもんね。おもらししないよって。そうか。いや、俺ちょっとやばい感じするわ。コーヒー飲みすぎた。この毛布あったかそうやな。あったかいでめちゃめちゃ。いいいよこれ使って。いいよ。寝袋いらないかな。そう。どうかな。一応下に置いといた方がいいかも。昨日よりは寒いから。あ、そう、昨日より寒い。ここにあれを。いらんかったらこっちに弾いといたらいい。そうやね。なんちゃん頭大丈夫かな。本当だね。身長伸びたかな。なんちゃん頭いけますか。ゴーン。いけました。手ちょっとカサカサやな。うん。引っかかる。あとはこれを引っ張れば引けてるはず。これすごいよね。ワンクリックみたいな感じやね。ベッド。すごい。そうこのマットですね。この下のキャンプ用のエアマット。これを敷いたらね、
昨日全然寒くなかったですね。これやっぱり下からの風、下からの冷気ですね。この冷気をこれが防いでくれて、で、その上に敷布団を敷いてるんで、もう全然寒くなかった。びっくりするほど寒くなかったです。なんかどっちかというとちょっと暑いぐらいです。昨日の夜で室温が一番低いので9度ぐらいだったんで、それでも寒くなかったんで、今晩はね、もうちょっと下がると思うんですよ。今の時点で、マイナス 0.3 度なんですね。外気温が。今日は外気温計出してるんで。で、室温が 18.5 度なんですね。でこれがね、多分もう少し下がると思うんで、外気温がですね、もう少し下がると思うんで、室温も多分、今晩は8度とか、朝方7度ぐらいまで下がるかもしれないですね。それでね、もし寒くなかったら、これはもう電気もいらないかもしれません。はい。大発見。すごいですね。ね、大発見とか言って当たり前やろって言われてたけどだんだんキャンピングカーも快適になってきたな、冬でも。本当になんか半袖で過ごせるくらい暖かいちょっと FF ヒーターつけすぎてめっちゃさっき26度までびっくりしてなんか暑いな。なんかココナッツ食べてココナッツの気分になっちゃってうまいこと言ったと思ってるやんいやさあ、じゃあ寝ましょう。はい。ただいまの時刻は11時54分です。また遅くなりましたね。外気温はマイナス 0.3 度ですね。そんなに寒くないですね。で、室温は今 17.6 度あるんですけども、これはね、朝方は8度ぐらいまで下がるかなと思います。FF ヒーターも切ってるんで、FF ヒーターね、つけて寝ると乾燥がね、すごいんで、私たち2人とも喉があまり強くないんで、FF ヒーターはつけてね、寝ないようにしてます。はい。じゃあ、今夜はね、もう寝たいと思います。おやすみなさい。すごいなこれ。いけるんか。雪の風呂入ってるみたいな。うわ。おいで上手なげ。もう道できたんやろ。おいで。低いな。おはようございます。今Nagiの散歩に出てきて、美しい景色が広がってます。こんな感じで。
めっちゃ綺麗。はい。で、今日はこれからですね、新潟県を北上していって、福島県の方に向かって走りたいなと思ってます。はい。じゃあ本日もよろしくお願いします。かわいいね、これ。かわいい。ここから飲むかな。マジでちょっとあんたでかすぎるよね。そうか。エクスプレス。そうか、ここで、だから夜はここで休憩できるようになっててんな。そうそう、24時間。ああ、知らんかったわ。これがふるさとか。お正月の。今年はゼンマイの乾燥のゼンマイは。母ちゃん、はい、じゃあこれからへきそばを食べに行きましょうか。この新潟の郷土料理っていうかな、いうかへきそばっていうね、あると思うんですけど、そのへきそばの老舗に行きたいなと思ってます。そこはね、大きな店舗で営業されてるみたいなんで、キャンピングカーでも全然入っていける駐車場がありそうなんで、そちらの方に行かせていただこうと思ってます。この道の駅松台ふるさと会館から15キロぐらいですね。だから雪はもう少し少なくなるかな。今めっちゃ降ってる。今はね、またね、雪がすごく降ってますけどね。ここはすごい綺麗かったね。綺麗かった。もうなんかめちゃくちゃ綺麗でした。もう本当に綺麗だった。なんかね、もう一泊ぐらいね、この十日町にいたいなと思うんですけど、この先にもね、もっといい景色が待ってるかもしれないんで、先へ進みたいと思います。じゃあ行ってきます。今ね、お蕎麦屋さんに向かってるんですけど、すごいですよ。真っ白。見てください。すごいでしょ。もう本当に真っ白です。真っ白。雪がすごいですね。あとお蕎麦屋さんまでね、9キロぐらいですかね。いや、もう800、違うわ。もう着きます。はい、もう着きます。母ちゃん、はい、小島屋総本店、へきそばのお店ですね。着きました。もうこの辺りになったらやっぱちょっと雪少ないですね。これで少ない。なんかおかしくなってますね。なんかちょっと雪少ないなと。いや、それでも雪多いですよ、こんな感じで。なんですけど、なんかちょっと雪が少なく感じました。はい、じゃあお昼ご飯いただきに行きます。はい。母ちゃん、美味しかった。そんなん美味しかったねって聞いて。もうええよ。美味しかったです。めっちゃ美味しかったです。本当に。そばの香りを届けようと思って。そういうことでした。はい、全然わかりませんでした。本当美味しかったね。すごいコシがあって美味しかったです。なんか和モダンな感じで。確かにね、お店の作りがなんかそんな感じだったね。なんかおしゃれな感じがしました。ちょっとね、わさびじゃなくてからしがついてきたことがびっくりした。お蕎麦にね、ざるそばみたいな感じの冷たいお蕎麦にからしをつけてね、そのお蕎麦に直接からしをつけて食べるんですけど、それがね、なんか初めてやったね。この人つけすぎてえらいことになってましたけどね。カツ丼も美味しかった。好きだからね。はい、好きですね。で、これからですね、新潟県と福島県の県境あたりだと思うんですけど、そこにある鹿瀬温泉赤湯っていうんだと思うんですね。そこに向かって走っていきたいなと思ってます。ちょっとね、その間にもね、いっぱい温泉はあるんですけども、ちょっとそっちのところからで、今晩は福島県の方に入っておきたいんで、その県境の温泉に行こうと思います。で、
また多分山の中だと思うんで、雪深くなってくるのかなと思うんですけどね、気をつけてね行きたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。ズームイン。もう一軒。もう一台。オッケー。はい。美味しかった。美味しかった。ありがとう。美味しかったな。美味しかった。大盛りにして大成功。押してください。まだそんな入らないんですけど、これからまた山道に入ると思うんで入れておきます。キャップの閉め忘れにご注意ください。お釣りをお受け取りください。これ買いました。これはこうしてこれですね、雪下ろし買いました。やっぱりこう雪国とかっていろいろ選べるんでいいですね。で後ろのカメラがねちょっともう全然見えないんで、ちょっと一回とりあえず振りときます。吹いてもね、またどうせ巻き上げるんで後ろで見えなくなるんですけど、すぐとりあえず吹いておきました。行きましょう。今鹿瀬温泉に向かってるんですけども、あとそれでも40キロぐらいありますね。でその途中にスーパーマーケットがあったんで、スーパーマーケットで今日の夜のご飯の買い出しします。もうだいぶね日が暮れてきましたね。まあ3時ぐらいですけどね。やっぱりね早いですね。はい、でちょっとね峠道はだいぶ苦労しましたね。わだちがあって、でずっとまっすぐはね進むんですけど、そのわだちに乗ったらブレーキ踏んで滑るとかじゃなくて、わだちで横滑りしちゃうんですね。でそしたら雪の壁があったんで、そっちの方にねドーンってね吸い込まれるように突っ込んでいくんで、それがねだいぶ苦労しましたね。3回ぐらい危なかったですね。なんか雪の壁に、この人寝てましたけどね。全然こんなでゴーンなってんのに。じゃあ買い出し行ってきます。
ゃない？あ、閉まってる。あ、暗いもんね。続いて右方向です。その先200メートルで右方向です。あれ、まだ続いてんの？いや、続いてないな。これだよね。これ何？場所ちょっと違うな。間違ってんなこれ。上がちょっと当たんねんよね。だいぶ滑ってんな。ライトがついてきた。この辺やな。あ、これじゃない。第二駐車場。これやろ。第二駐車場。本当にちょっとあれやな。赤入り口こっち。これやろ。これ。第二駐車場に行かなあかんの。いや、空いてるから大丈夫だね。ここでいいよね。わあ、なんかすごいね。綺麗なとこやな。かーちゃん、これ映ってるかな、映ってますかやっと鹿野瀬温泉、赤湯に着きました、もう真っ暗で、真っ暗ですね、結構苦労しましたね道でね、ヒヤヒヤしたね。なんかこれ歯しか映ってない感じするとりあえず赤湯楽しみたいと思います。行ってきます。見えてますか雰囲気めっちゃあるね、ここ。すごい。綺麗な。足湯っぽいところがあるね。足湯っぽいところがありますね。ここに、で、これが赤い温泉って書いてあります。あ、そうなんや。あ、ここがキャンプ場か。まあ冬場はやってなさそうやね。よいしょ。すごいね。なんか雰囲気あるね。本当になんかいい雰囲気。すごい、ステージみたい。踊ってきたら。いやもうそれ違うでしょ。だってそこ溝かなんかあったら落ちるやん。もう建物はねこんな感じですごい雰囲気がありますね。もう結構来るのに苦労したんで余計に雰囲気感じます。ね、本当やっと来れたって感じ。すごいね、なんか、あ、大きいとこやね。立派。立派やな。母ちゃん、温泉、どうでした？あったまりました。めっちゃ暑かった。めちゃめちゃ暑かったです。もうね、一つ内風呂が2つで露天風呂が1つあるんですけど、内風呂のね2つのうち1つはね誰も入れない暑くて、まずみんな入ってみようとするんですけど、入ってきた人は足つけただけでおーみたいになって出ていく。自分もちょっとだけ粘ったんですけど、もう膝まで入れたかな。もうそれでね、もうやけどすると思って上がってきました。母ちゃんどこまで入ったの？全身入った？いや、何も考えないでちょっとこう入ろうと思わなくて、こうなんかもうザブってこう入ってあっちゃーと思ってすぐ入れてきました。まあどこでも踊るっていうのはさすがダンサーの嫁っていう感じですけどはい、じゃあ凪のところに帰りたいと思います。すごいいい温泉でした。よかったです。いやー、この気持ちいいですね、やっぱり。でちょっとね、この白菜をね、白菜買いました。めっちゃでかいです。見えるかな、見えないかな。ちょっとめっちゃでかいのつけた。じゃあめっちゃでかい。でかい。
安くで買いました。で周りはねこんな感じで、めっちゃ綺麗ですね。いいですね。ほんとね遠くまで来た甲斐がありました。じゃあ凪のところに戻ります。